Maybe I'm going crazy. Can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do, what you gotta do to get a little late. こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA の4月の新商品で特に注目のアイテムを紹介します。安くて可愛い小物を中心に、あと購入品も紹介していきます。こちらの素敵なリビングルームはほぼほぼ IKEA でコーディネートされていました。すごくスペシャルなイベントだったので後ほど紹介します。まずはこちらです。とっても可愛いミラーが発売されていました。ハート型と雲型がありまして、大きさは伝わるといいんですが結構小さめでして、お値段的にすごく安いのでどうなんだろうと思ったんですけど、歪みとかはそこまで気にならない感じでした。そしてこちらプラスチック製ということでとっても軽かったです。なので飾りやすくていいと思います。粘着テープも付属しているみたいでした。ただこういった両面テープは壁紙を傷めることがあるのでちょっと警戒しています。そしてもう一種類、こちらにこんな楕円型のもあります。こちらもだいぶ小さめなんですよ。大きさ伝わるかな、ちょっと手をかざしてみますけども、そして特徴的なのは上部に穴が開いてまして、フックなどでかけられる仕様になっています。こちらも見た目以上に軽くて驚きました。でも結構歪みがないミラーでいいなと思いましたね。こちらのディスプレイで使われているフックは IKEA で売っている粘着テープ付きのフックです。こちらは引っ張って剥がせるタイプのフックですので導入しやすくていいなと思います。狭い玄関とかにちょっとミラー欲しいなっていうところにちょうどいいサイズなんじゃないかなと思います。あと子供用に低い位置につけるとかも良さそうです。このフレームとかがなくミニマルなデザインもとても推せます。でこちらのミラーが実際にディスプレイされているルームセットがあったので一緒に見ていきたいと思います。新しくできたルームセットなんですけども、他にも新商品がたくさんありました。結構見応えがありました。まずは先ほどと同じシリーズの雲型のミラーです。ハートよりもさらにちょっと小ぶりに見えました。複数並べても可愛いですよね。そしてとっても注目している新商品がありました。この今机っぽく使われてる商品なんですけど、いやこれめっちゃ良くないですか？一応ベンチということで売られてるんですけども、このように子供用のチェアと合わせると子供用のデスクにもなりますよと。ベンチにもなるし、ランドセルをポンって置くのにもちょうどいい高さですし、使いやすそうだなと思いました。そして何よりとてもお手頃価格で驚きました。この字型っていうんですかね、なってるので安定感もすごくありました。ちなみに向かい側からは足を入れることはできない壁がちょっとあります。でこちらはこのラスタレという新しいワードローブシリーズの一つなんです。セットで使うと奥行きを合わせられていいですよね。でなんとこちらのデスクと棚も全部同じシリーズなんです。こちらデコレーションもとっても可愛いので紹介していきますが、このグリーンのシェルフまあ新商品でして、去年かな出たんですよね。すごく可愛いので人気なんですが、結構品切れがちなのでご注意ください。すごくグリーンの発色が鮮やかで可愛いです。でこちらコップなんですけど、ペン立てにしているのすごくいいアイデアだなと思いました。この原色カラーが最近限定で出てまして、6色セットなので好きな色の組み合わせで使えていいなと思いました。こちらの部屋のデコレーションがちょっとこの IKEA のクマへのビョーンくんっていう名前ですけども、愛がすごいですね。こちらのシリーズのデスクだと横の棚と奥行きが合うのがすごく気持ちがいいです。でこのラスタレシリーズなんですけども、奥行きは3種類あるみたいです。オンラインサイトの方にプランナーがありますので自由に組み合わせてシミュレーションすることができます。また IKEA はとってもいろんな種類が売ってますので、シンプルなものから子供部屋にぴったりなものまで幅広く選べますし、あと価格帯もお手頃な方なのでいいんじゃないかなと思いました。あとは中の引き出しですとか、こういうレールみたいなアクセサリーもいろいろ出ています。
でこの棚もね棚板の位置も結構細かく調節が効くのもすごくいいなと思いました。こちらすごく大きなサイズ見てますけども、もっと幅の細いタイプなどバリエーションがあるので対音にいろんな場所で使えそうです。でもうちょっとだけさっきのお部屋に戻りまして、最初に紹介したハートのミラーもこちらに設置されていました。こういうお安いミラーってすごい歪むイメージだったんですけど、これはねほんとそうでもないなと思ってこう触って見てました。こちらの分かります？右に映ってるミラーはすごく歪んでるじゃないですか。これのイメージがあったんですよね。チェストの上の一角もとても可愛いので紹介します。フレームにカレンダーを入れるというちょっとおしゃれなことをされています。そしてハッチカバーにサングラスを入れるというこの可愛いですよね。ハッチカバー、横の黄色いものはスピーカーです。ちょっとレトロなデザインが可愛らしいです。あとベッドの上にある雲型のクッションも新商品です。雲のクッションは生地もなんて表現していいかわからないんですけど、ボア素材っていうんですかね、ふわふわしてて可愛いです。続きましては思わず買ってしまった新商品です。こちらのプラントスタンドです。すごい勢いで売れてまして、これは売り切れるわと思って慌てて買いました。そしてこれは大当たりでしたね。かなり売り切れてる状態ではあるんですが、また再入荷あるみたいです。すごく安いんでちょっとどうなんて思ったんですけど、意外とね安定感ありましたよ。全然しっかりしてました。この後ろの3段タイプもまた復活してましたね、そういえば。で今回購入したこちらのプラントスタンドなんですけども、はい、実際に設置置いたところを紹介したいと思います。あと後ほど他の購入品も紹介していきます。でこちらのプラントスタンドは3本足になっててとても軽やかです。耐荷重は 2kg までと記載がありました。今ちょっと映像だとライトが当たって黄色く見えるかもしれないんですけど、しっかり白色です。こういう小さめの鉢をですね窓際に並べてるんですけども、ここに置いてみたいと思います。実際そんな期待してなかったんですけど、正直でもこうやってプラントスタンドに乗せるだけでちょっと空間にリズムができて素敵になるなと思いました。ちょっとこう高さが出ることで素敵に見えるなと思います。ちょっとこう抜け感もありますし、高さがこうばらけることによってメリハリが出たなと思います。白色なのでいろんなインテリアアイテムとも組み合わせやすいと思います。床に置いても高さが出て可愛いですし、こうキャビネットの上とか棚の上とかでも使えるのがすごくいいですね。いやこれはいいアイテムでした。もう一つ購入品を紹介します。こちらは新商品ではないんですが買ってしまいました。グラスなんですよ。こちらIKEA のイベントで使わせていただく機会があって、ちょっと後で紹介しますけども、めちゃくちゃ使いやすかったんですよ。このガラスの薄さがたまりません。そして超シンプル、軽いんですよ。気をつけないと割ってしまいそうではあるんですが、食洗機は対応していますし、ちょっとラグジュアリーな雰囲気でとても気に入っています。冷たい飲み物専用になっています。でこのグラスに出会ったイベントなんですが、ようこそ、こんばんは。ミシュラン2つ星の新井昇シェフのお家に招かれたという設定のイベントでした。こちらは抽選で60名無料招待っていうイベントだったんですよ。結構 IKEA はいろんなイベントをやってるので見逃せません。このスペースすごくないですか？ほぼほぼ IKEA でコーディネートされてるんですよ。オレンジがアクセントカラーでコーディネートしたということでした。でも本当に、ソファーとかも本当素敵なんですよ。ラグもなんですけども、やっぱ照明と花瓶、あとミラーとかそういうデコレーションアイテムがすごいなって思いました。ミラーって置いても可愛かったんだとかね、いろいろ発見がありました。今回のイベントはおうちご飯も楽しくしましょうっていう、外食だけじゃなくて
おうちご飯こそ楽しむべきでしょうみたいな、そういう趣旨のイベントだったんですけども、新井シェフが目の前で作ってくださって、しかも全部 IKEA アイテムなんですよ。このキッチンツール全部実際にプロフェッショナルが使う IKEA アイテムということで、すごく大興奮で見てました。すんごいたくさん包丁用意してあったんですけど、めちゃくちゃ小さい包丁で切ってました。あとこのまな板の角につけるボールもちゃんと活用されてました。フライパンは IKEA365 シリーズを使われていました。イベントの冒頭で商品担当者の方はステンレススチール製のフライパンを激推しされていましたが、コーティングないフライパンってちょっとねハードル高いですよね。皆さんフライパンはどんなものをお使いですか？よかったらコメントで教えてください。先ほどの会場にもたくさんの花瓶がありましたけども、新商品でまたいいのが出ました。これは人気出そうですね。こちら以前イエローがあったものなんですけど、色違いで待望のベージュが出ました。ベージュっていうか白かなって最初思ったぐらい白に近い色味に見えました。すごくモダンなデザインです。素敵ですよね。結構この口も狭めなのでバランスよく飾りやすいと思います。IKEA の定番の花瓶から色違いでライトピンクが出ていました。かなり薄めのピンクです。とっても優しい色合いですね。たまに色違いが出るシリーズなんですけども、ライトピンクも素敵です。こちらも透明が定番として売ってるものなんですけど、ピンクが出ていました。とても安くてびっくりします。私も透明持ってます。こちらとてもシンプルで使いやすいデザインです。本当 IKEA の花瓶ってお手頃価格ですし、デザインのバリエーションも豊富ですので、花瓶は IKEA 結構いいんじゃないかなと思います。私のお気に入りはこのシリーズでして、今はこのグリーンブラウンが今も販売中なんですけども、そちらもとても素敵な色です。底面に凹凸があって口は広いんですけど、枝がバランスよく引っかかってバランスよく飾れるという工夫があります。今年も同じ毎年買ってるアプリで銅弾ツツジ買いました。枝物は長持ちするので好きです。はい、また新商品を紹介していきます。バスルームグッズなんですけども、マットな質感が人気のこちらのシリーズからダークイエロー色が新しく出ていました。代表してソープディスペンサーのお値段を右上には表示しておきます。すごく滑らかなカーブのデザインが素敵で人気のシリーズとなっています。こちらのベージュ色もとても人気です。あとほとんど黒っぽいダークグレー色もありまして、それもとてもかっこいいです。こちらのダークイエローはシーズナルで入れ替わってしまうかもしれないので、気に入った方は買っておいてください。あとトイレブラシも売ってました。とてもスタイリッシュなデザインです。ブラシの部分は交換できるようになっています。交換用ブラシが売っています。大量のトイレブラシが吊られていました。何かとぶら下げますよね、 IKEA のディスプレイは。はい、キッチンコーナーです。キッチンのワークトップの収納に人気のノールブレッカというシェルフがあるんですけども、そちらのコーナータイプが出ていました。ブラックのメタルの支柱がスタイリッシュなデザインとなっています。右にちょっと映ってるのが前からあったタイプなので、高さは同じに見えます。またこのシリーズはコーナーラック、コーナーシェルフ以外にももっとコンパクトなタイプも出てるみたいです。ちょっとまだ私は見えてないんですけども、こちらも人気でそうですね。あとすごく気になるものが売っていました。なんとみじん切り器です。すごく小さいので手軽に使えていいのかなと思ったんですが、いやちょっとこういうのはね率先して買って試さないとも思ったんですよ。でも手洗いのみだったんですよ、こちらお手入れ方法が。ちょっとそれはね多分使わなくなるなと思って買わなかったです。このハンドル部分は簡単に外せて本体の中にしまえるみたいなので、コンパクトに収納できるのはいいなと思いました。造花もたくさん新商品が出ています。IKEA は、これに限らずですけども、人気が出るとあっという間に売り切れてしまうっていうのがありまして、このねチューリップもその一つでした。
もう本当に一瞬で消えてしまって、もうこのまま販売終了というふうに出てました。でもう一つ毎年すぐに消える傾向があるのがアジサイです。今年のはとても繊細でした。お花部分の質感がとても良かったです。すごく立体感もあるし、細かい模様もよくできているなと思いました。この色合いもまた素敵ですよね。私はまだこの1色しか見れてないんですけども、今年は3色展開となっています。チューリップの時に思ったんですけども、茎が昔のよりもカットしやすくなってました。ただ折れやすいっていう側面もあるので、取り扱いは気をつけてください。仕様が同じかはわからないですが、はい。こちらはラベンダーのポプリです。リニューアルして新登場なんですよ。前はただの袋だったんですけど、今回のは上にこんな紙がついてまして、フックで引っ掛けられるよっていうことだと思います。お値段は据え置きとなっておりまして、ありがたいですね。これ枕元に私は置いています。生産終了になった時はショックだったんですが、また登場してくれて嬉しいです。こちらは LED のキャンドルです。この右にある大きいサイズと左にある小さいサイズが1月ぐらいだったかなに登場しまして、はい、中間サイズないのかなって思ってたら、3ヶ月ほど遅れてやってまいりました来るんかいって思いましたけど、やっぱりね、いいですね、真ん中サイズ。今ならこれ買うわ。これすごくいいです。この商品私すごく気に入っています。タイマー式で3時間と6時間にセットできます。で、毎日同じ時間に点灯するというものでして、充電式乾電池を使ってるんですけど、だいたいね1ヶ月半ぐらい持ちますね。3時間タイマーで。光り方も炎のようにチラチラ光るので、すごくいい雰囲気の光り方なんですよ。コメントでいただいたんですけど、枕元で使ってますっていうお声いただいて、それめっちゃいいなと思いました。タイマー式ですし、これが消えたらだいたい寝る時間みたいなね、目安にもなりますし。さて次回はまた新商品と、すごく狙ってた新商品ゲットできましたので、そちら紹介していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。It's because you're the pussy. What you gotta do, what you gotta do to get